ワン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 。およちゃんおよちゃん今日はね、キムサチ特製エビマヨソース、大人気の商品なんだけど、それのエビマヨソースの手の内を全て出してしまおうという動画です。そしてね、今ちょっと夜の営業ができないんで、作ってしまった大量のエビマヨソースを暴れん坊チキの入り口にプレゼントしてやろうかなと思って作ってね、で唐揚げにかけても美味しい。そして野菜のね、野菜スティックでね、食べるときにつけても美味しいというね、エビマヨソース、それをぜひご家庭で作れるようにご紹介します。よろしく。キャンバーンバンバンバン。エビちゃんブラックタイガーですね、うちは。これをね、エビ剥くとき足の方からね、つるんといけます。で、最後の尾っぽの方までチュッと抜いておきますね、うちは。ちょっと一応全部ね、食べれますんで、残すことなく。まあね、スーパーで売ってるようなね、ブラックタイガーでもこういう風になりますんでね、やってみてくださいね。なんかあれだよね、真面目に料理動画はもうやっぱりやらんとね一応僕仕事は真面目なんで、ふざけてばっかじゃないんでね、ただ私生活はふざけてると思うはい、エビがね、剥けましたね。そしたら今度は切り込み入れていきます。はい、剥いたエビをね、2つに切っていきます。縦2つです。これでね、背わたがある場合はね、背わたを取ってくださいね。エビって火を入れるとこうねじれる習性があるんで、縦に切っておくと揚げた時にこうくるりんってこういう風になるんですよ。この習性を利用してこう縦に切っておくと、こう可愛くね、食べるとき可愛く一口大にくるりんとなるので、こういう風に切ってますよ。全部ですね、こういう感じに切っていきます。これが全部背わたが入ってるときはまあめんどくさいでね。はい、エビちゃん切り終わりで、これをね、片栗まぶしてね、洗っていきますね。ここに片栗をまぶします。これで一旦ね、水を入れてギャーッと洗っちゃいます。こう揉んでいくとね、エビの汚れが取れますんでね。生牡蠣とかもね、スーパーで買ってきたものはこうやってね、大根おろしでやったり、片栗まぶしてから水で洗ったりするときれいになります。これ必ずやった方がいいと思いますよ。じゃあちょっと洗ってきますね。はい、じゃあね、洗ったエビをざるにあげてきてね、これをね、水分取っていきますよ。きれいなタオルとかダスターを用意して、この上に開けます。まんべんなく広げますね。これでしっかりエビちゃんのね、水分を取っていきます。はい、で絞ったものを今度はボウルに移します。 OK ですか。よいしょ。でまた片栗粉をまんべんにまぶしていきます。これで天ぷらでいうね、下地の小麦粉をまぶした状態ですね。でここで卵のね、卵白だけ今日の分量だと2個分ですね。でこれまた混ぜます。今ね、これね、要は薄い衣を作ってるんですよね。でもう一度片栗粉で表面に皮膜を作ります。はい、これでエビチリとかエビマヨのベースが完成ということになりますね。はい、
でね、ここでこのさっきできたエビの中に油を混ぜます。油は軽く混ぜます。これなんで油入れるかっていうと、エビの表面に油で膜を作って酸化して傷まないようにするためです。あとね、エビ同士がひっつかなくなることもあるんでね、油を回します。これお肉でも何でもこうやってやりますね。はい、これでエビチリの、エビチリエビマヨ、エビ料理すべてのこう一旦揚げるもののね、エビの仕込みが完成となります。この上も油ではまた後ほど。はいはい、今日はねエビマヨソース、キムサチで大人気のねエビマヨのソースを作り方を紹介したいと思います。今日作ったエビマヨのソースはね、きっとアバチキにプレゼントしてアバチキとコラボの鶏マヨになると思います。それを作っていきたいと思います。ぜひご覧ください。まず材料紹介。はい、こちら無糖練乳、無糖の方ですね。でこちら練乳、これは有糖です。甘いやつですね。でマヨネーズ、ケチャップ。はい、キムタチはね、お店で使うんで大量に使うんでね、材料多めで作っていきますが、後で分量をねちゃんと下に記載しますので、はい、見ていてください。はい、じゃあキムタチ流エビマヨソースの作り方。はい、マヨネーズ業務用1キロ全部、今回ねこれアバチキにエビマヨのソースねプレゼントするんで大量に作ってあげようかな。はいはい、そしたら次ケチャップ、はい、次ですね練乳、練乳無糖練乳、はいはい、これをですね混ぜ合わせていきますね。カリを溶かしまして、味チェック。出来上がり。早い。こんな簡単なんですよ、エビマヨソースって。 OK。 これでね、例えば家庭でもねたくさん作った場合はタッパーとかに入れて冷蔵庫に入れておけばね一月持ちますので、はい、唐揚げにつけたりエビ揚げてねエビにつけたり野菜スティックなんかもね合いますのでね、ぜひ使ってみてください。魚のフライとかでも OK。 はい、では次は調理。はい、ではねおなじみの中華鍋でいきますね。家庭ではね別に普通に天ぷら揚げるみたいにね揚げてもらって結構なんでね、湯気が出てきたら油、これは中華鍋だからですね。よく熱します。
ここでね、先ほど作ったエビマヨのソース、これをねボウルに取り分けておきます。お好みの量で。で別途ね、前も紹介したように中華料理で使うエビですね。はい、もうエビは下処理して下味つけて、片栗卵白でもう衣がついてる状態になってますからね。これを揚げていきます。あれですね、皆さんは油の温度を測るとき指入れちゃダメですね。すいませんね。僕らちょんと触るんですけど、一番分かりやすいのはあれですね、天ぷら揚げるときもそうだけど、この衣をねちょこっと落としてみると大体こう何度か分かりますんでね。もうちょい。はい、いきますよ。じゃあエビ揚げていきます。天ぷらでも何でもそうだけど、揚げるときはね、目で見て音を聞いて、このパチパチパチって音がね、だんだんこう細かい音になってきます。基本もどんどん小さくなってきます。火が通る感じですね。ただね、料理やる人間はここで完全に火は通しすぎません。余熱でね、最後火がゆっくり入るように通します。でもうこのぐらいで OK。 ここでね、火を入れすぎちゃうと硬くなっちゃいますからね。はい、であとはこの揚げたエビをここに移します。本来ね、お店に出すの時はフライパンの余熱でやりますが、家庭でやるときはもうこうやってボウルでね、このさっき作ったタレと和えるだけ。和えるだけです。こんな感じで和えます。エビの余熱でね、マヨネーズがとろーんとしてきます。冷蔵庫に入れておくとちょっと硬くなるんですが、余熱でこう絡みやすくなりますので絡めていただいて、はい、これでもう完成。盛り付けです。で、余ったソースをきれいに上からかけます。で最後にね、あればね、ナッツのみじん切り、ナッツの細切れみたいなやつをね、こうかけてあげると歯ごたえと香ばしさがあるんでね、美味しくなります。はい、出来上がりです。どうぞ。たったこれだけ家庭でも簡単にできちゃうキブサチのエビマヨ。ただ店で食うと僕の心が入っているので味が違います。召し上がれ。いらっしゃい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 ませ。いらっしゃい温度だよ。
ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではバイビー。